はい、皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。鈴木アンオフィシャル動画レポートを今回も始めさせていただきたいと思います。今回試乗する車は、スズキ最新の国産普通車最小最軽量のコンパクトクロスオーバー、新型イグニス。こちらの最上級グレード MZ の2空に試乗しております。カメラの画角はワイドモードでお送りしております。ということで、いつも前置きが長いんですね。早速始めさせていただきたいと思うんですけれども、まずこのイグニスという車はですね、スズキの国産の、中ではですね、あまり馴染みがないんですけれども、実は初代スイフトですね、HT 型のスイフト、あちらがですね、イグニスという名前でずっとヨーロッパで販売されておりました。形が、シボレークルーズの形になってからもずっとイグニスという名前で、なんと世界ジュニアラリー選手権、あちらの方にも、イグニスという名前で出たこともある、割とヨーロッパでは馴染みの深い名前なんですけれども、今回それが、日本に入ってきたということで、新型イグニスという車になっております。で、今回そのイグニスのね、試乗レポートをする上で、3つに分けてお話をしたいと思うんですけど、まず1つは乗り味、走りについて。で、2つ目がデザインとユーティリティについて。で、3つ目が、僕の感じるいいところと悪いところという形の、3つに分けてね、お送りしたいと思うんですけれども、まずやっぱり、気になる乗り味、走りについて。で、このイグニスという車がですね、他に、ライバルのない、少なくても国産の、普通車でライバルのない、A セグメントのコンパクトクロスオーバー SUV ということで、デビューしてるんですけれども、何はともあれですね、ちょっと皆様にお伝えしておきたいのが、このイグニスは、決してアルトベースに作った普通車ではないというところですね。このプラットフォームは、ソリオでデビューした新型プラットフォーム、スズキの普通車の小さい方のプラットフォームであります、そちらを使って、完全に、普通車として作られたものであります。なので昔ですね、スズキはKEI という車をですね、ベースにそれこそさっきお話ししたスイフトを作ってたっていう経緯があるんですけれども、今回はそういう作り方ではなくて、ソリオベースの、いわゆる普通車という形でなってますので、そこを一つ間違いなさらないようにお願いしたいと思います。で、ただソリオベースということでも全然違ってですね、まずやっぱり第一にお伝えしたいのがこのイグニスの車重ですね。なんと最軽量モデルで880キロと、ソリオよりもさらに軽かったソリオよりもさらにしのぐ軽量化ということで、880キロ、一番重い、グレードの4区でも920キロということで驚異的な軽さを実現しております。で、その軽さも相まってですね、この K12C エンジンですね、それも相まってですね、もうとんでもなく走りがいいというところでお墨付きをさせていただきます。当然K12C エンジンに、デュアルジェットエンジンですねに、SN チャージモーターシステムを組み合わせてですね、その辺の詳しい話は省くんですけれども、この走りがもう軽快そのものですね。もうアクセル踏んでストレスフリーでどんどん加速していきます。で、スピードメーターの使用も相まって、このスピードメーターがゼロ指針なんでですね、もう簡単に法定速度を超えてしまうかのような加速感を見せますので、そこに至っては何らストレスを感じることはないというところで、動力性能はまず文句なしですね。で、乗り心地といいますか、その走りについてなんですけれども、まずこの車がですね、A セグメントのコンパクトクロスオーバーということで、ソリオベースと比べてだいぶ違うところがありまして、一つホイールベースなんですよね。ホイールベースがですね、こちらイグニスがですね、2435ミリということで、ソリオに比べて約50ミリ、5センチちっちゃくなっております。で、それだけじゃなくてですね、最低地上高も当然SUV ということで、180ミリということでかなり、地上から高いところに収まってはいるんですけれども、ただそのホイールベースもですね、ソリオよりそれだけ短いと言いながら、実はスイフトよりもちょっと長いんですよね。そこもちょっと意外かなというところで、この A セグメントのイグニスが B セグメントの走りの良さで定評のあるスイフトよりもホイールベースが長いというところで、ただ最小回転半径は 4.7 という非常に取り回しのいいパッケージングになってるんですけれども、その、乗り味がですね、やっぱりですね、前高があるんですよね。で、最低地上高も高いので、この例えばハイペースでワインディングを流したりしている時にはですね、ロールといいますか、やっぱその車体の傾きが若干気になるかなというのはあります。それは前高の高い車なのでしょうがないんですけれども、ちょっとですね、やっぱりその台形タイヤっていうのも相まって、その全体的な重心の高さがあるんでしょうね。若干そのロールセンターが高いと言いますか、その運転している上でのそのスイフトみたいな重心の低い車と比べての違和感、こういったところをグーッと曲がる時のですね、ほんのちょっとした違和感っていうのはやっぱりあると思います。
SUV っていうことでね、そのあたりは決して、珍しいことではないとは思うんですけれども、ただその原因の一つとしてその最低地上高がね 180mm もあるということで、これ実はですねエスクードよりもちょっと大きいのかな、最低地上高はですねエスクードとほぼ一緒か大きいぐらい最低地上高が高くて、当然その雪上をねどんどん走っていくようなそういった用途も見越してのそういったパッケージングになっているということで、そこのあたりはなんとも味付けとしてもうしょうがない部分なのかなと思うんですけど、こういう至って普通に走る分に関してはですねステアリングインフォメーションもねそんなにないわけではないので、ソリオと比べると若干その安定感が増しているような感じはあります。タイヤも大きいタイヤも履いてますしね、オンロードでこういう風に走る感じでは一般道流す感じでは何ら問題はないと思います。これが人がね2人3人とか、あとは荷物をね後ろに多く乗せるとまた安定感が変わってですね、逆にちょっとそのロールもね抑えられるような感じになっていいのかもしれないですね。一人でこう乗ってる分に関しては若干そのロールが大きいかなという気はします。それはただその SUV というところのトレードオフというふうに考えていただければと思います。やっぱりその鈴木にはね走りの定評のあるスイフトと、あとはスペースに定評のあるソリオっていうのがありますんで、そういったところにね被らないような位置づけということで、このイグニスがね、3本目のその、コンパクトの柱ということで作られているのかなという印象があるんですけれども、やっぱりその軽さからくるねその走りの良さ、加速の良さと、あとその軽快感ですよね。こういったところの軽快感を含めてこのよくできた車じゃないかなと思います。で若干気になると言いますか、そのエンジン回した時にですね、ちょっとパドルシフトでちょっとエンジンこれ今2速に落とすんですけど、これに4000回転で3速で4000手前3800回転ぐらいで4速で3000回転ぐらい、ちょっとエンジンの回転音がそれに比べて若干聞こえるのかなっていう気はしますね。乗り味には直接関係ないんですけれども、そういったところがちょっと気になった部分かなという部分ですごくよくまとまった車だと思います。で、デザインユーティリティなんですけれども、このイグニスデザインに惚れ込んだ方が多いんじゃないかなと思います。僕もこのイグニスのデザインすごくいいなと思うんですけど、やっぱポイントとしてお伝えしたいのがですね、各所に、鈴木のデザインアイデンティティが含まれてるんですよね。最も有名なのがC ピラーのスリット状のねデザインが、フロンテクーペということで、それが一番有名なんですけども、実はヘッドランプのモチーフも、初代セルボとで、フェンダーのガーニッシュですよね。ボンネットとフェンダーのあそこのガーニッシュが、エスクードのオマージュと。で、あともう一つこれが意外と知られてないと言いますか、意外とある部分なんですけれども、フロントのね、ラップアラウンドウィンドウと言いまして、フロントっていうか、フロントからサイドに向けてですね、ガラスエリアが全て黒い。これがですね、ZC のスイフト、初代のね、ZC のスイフトに、採用されたデザインモチーフであると。そういったところのデザインモチーフをうまく取り入れて、この A セグメントのですね、力強いクロスオーバー、このデザインが確立されていると思います。で、あとはですね、やっぱり引き絞った、上の方に引き絞った、ルーフの造形であったりとか、あとかなり力強く張り出したフェンダーのね、フレアであったりとか、そういったところのね、デザインがすごく褒めるべきところかなと思います。やっぱ国産のコンパクトの中でですね、どうしてもスペースの効率を求められるんですよね。で、そうなってくると、どうしてもデザインがボクシーな四角いフォルムになりがちなんですよ。で、そういったよくあるフォルムを隠すために、フェイスデザインがね、奇抜になってくるのが昨今の、コンパクトカーの事情じゃないかなと思うんですけれども、そういったところにね、一石を投ずるこの絞り込みであったり、フェンダーのフレアのデザインであったり、そういったところのアグレッシブさがね、このイグニスのいいところなんじゃないかなと思います。で、最低高 180mm っていうさっきお話もしたんですけど、そういう非常にね、腰高ではありつつ、かなり個性的なデザインになってまして、さっきから何回も言ってます、そのフェンダーのフレアがかなりいい仕事をしているんじゃないかなと思います。で、ユーティリティなんですけれども、やっぱりですね、今度ファーストインプレッションで思うことが、シートがですね、やはりソリオベースということなんですけれども、サイドサポートがですね、やっぱちゃんとついてるんですよ。車の車格にあってかどうかっていうところなんですけど、ただソリオのシートにサイドサポートをつけると、やっぱりちょっと狭めになりますね。僕がそんなに大きい方じゃないので、もう僕でも結構タイトかなと思うぐらいなので、結構そのサイドサポートの張り出しが、阻害する方もいるんじゃないかなと思います。ここは市場で要チェックのポイントだなと
いうところと、であとはですね、やっぱこういう車乗って車中泊とかされる方も多いと思うんですよ。でそこで一つ注意していただきたいのが、シートをね、後ろのシートを倒した時のフルフラットには決してならないっていうところですね。写真をちょっと載せておくんですけれども、後ろのシートはですね、バタンと倒れるんですけれども、助手席のシートをうまく使えないというか、後ろにも前にもピシッと倒れないっていう部分、ここがもしかしたら海外のね、用途みたいなものを含めてね、デザインされているのかもしれませんけども、そういったところでフルフラットにはなり得ないので、そういったところ車中泊とかしたいなと思っている方は要注意というところではあります。ただシートのね、お話が出たんですけど、後ろのシートスライドがね、できるっていうのはこの A セグメントのコンパクトカーでソリオと同じだけのね、シートスライド量を確保してるんですよ。しかもそれが荷室の方からも触れると、そこがすごくね、大きいところかなと思いますので、その A セグメントのコンパクトとしてですね、かなりその後席、後ろに座った人のことを重視してるんだなと思います。実際座ってみるとスイフトよりも全然足元が広いですよね。そういったところがこのイグニスのいいところかなっていうところで、後ろに乗る人も決して犠牲にしない、それでいてデザインをね破綻させていないというか、しかもさっき言った絞り込みとかもね作ってるっていうところで、このイグニスのかなりいいところなんじゃないかなと思います。でユーティリティ的にはやっぱりインパネといいますか、エアコンパネルのところの造形がね、すごく特徴的ですよね。この円筒形のね、ちょっと金みたいなデザインであったり、その下のアクセサリーソケットの部分もちょっと変わったデザインになってて、でそういったところが一つデザインのポイントとして挙げられますし、そのユーティリティとしても小物入れはねあんまり多くないんですけど、でドリンクホルダーがですね、ソリオとかと違って紙パックが入らないんですよね。あくまで丸いというか、そのペットボトル、ああいった用途がドリンクホルダーになってるんですけど、そういったところも国産と海外仕様で違うのかなと、ちょっと面白いなと思うところではあります。やっぱり4人座れる、5人乗りなんですけれども、4人ゆったり座れるってところを重点的にポイントとして開発したのかなっていうのが一つ思ったところですね。でやっぱりユーティリティも見て走りも見て思うところなんですけれども、その A セグメントの新しい SUV っていうところを鈴木なりにすごく試行錯誤した車なんじゃないかなと思います。そのボディの作りであったり、デザインであったり、中の使いやすさであったり、いろんなものを詰め込んではあるんですけれども、もうシンプルに見せるというか、デザイン的にもそうなんですけれども、シンプルな用途、シンプルなデザイン、そして走りもねかなり軽量にシンプルに作ってるっていうところで、そういうところをねうまく融合させた新しい鈴木の意欲作なんじゃないかなと思いますので、いろんな方にねすごくおすすめできる車なんじゃないかなと思います。で僕としてはですね、この運転席のコンパクトさというかタイト感、非常にたまらないですよね。こういうちょうどいいっていう、どっかで聞いたような車のフレーズなんですけど、そういう車を探してる人には本当ドンピシャじゃないかなと思います。それぐらいかなりいい出来の車なので、よく考えられて作られている車なので、この走りの良さとね、あとその使いやすさ、その取り回しの良さとかをぜひ試乗でね体感していただきたいなと思うところなんですけど、でここからがですねちょっと僕の考え、完全に僕の主観なんですけど、いいところと悪いところなんですけど、やっぱりねいいところは全グレードにセーフティーパッケージですね。税込みで95,600円ですか、デュアルカメラブレーキサポートとサイド&カーテンエアバッグ、こちらをね用意したっていうところがもう本当に拍手を送るべきところだと思います。一番下のグレードですとつきませんよっていうのがやっぱ多いと思うんですけど、 MG のグレードであってもそれがしっかり選べるというところで、安全性もね、これも海外を多く意識したところじゃないかなと思うんですけれども、そういったのが実現できているっていうのが一つで、あとは先ほどから何回も言ってますけど、サイズ感ですよね。この A セグメントのよくぞコンパクトでここまでっていうところと、勇気ですよね。この A セグメントで出したっていう、やっぱり国内でね出るからにはさっきも言いましたけど、スペースのね広さがやっぱどうしても必要になってくると思うんですよ。日本人の、求める車といいますか、そういったところでねスペースっていうのは非常に大事なんですけど、この A セグメントですと必ずしもね他の車に比べて広いっていう言い方ができるわけではないんですよ。ただやっぱ潜在的にこの A セグメントの車を待っていたっていう方が多いと思うんです。そこにねうまく切り込んできたというか、そこをちゃんと考えて作ってきたっていうか、そこに合わせて作り込んで専用として出したっていう、そこがねすごく評価すべきというか、いいなと思うところですね。こびてないというか、
もう我々の考えるコンパクト SUV はこれだ的な、そういう半ばちょっと極物感あるんですけれども、その極物感が逆にいいというか、そういうよく考えられて作られた車を玄人好みというか、そういう形でね、好まれる方が潜在的にね、僕も多いんじゃないかと思いますので、本当そういった方にとってはね、すごく来たと、これだという車になってるんじゃないかなと思います。ここをね、本当に評価したいなと思うところではあります。で、あとはですね、ここがこうだったらいいなって思うところなんですけれども、完全にこれは僕の主観なんですけど、やっぱり世界戦略者として出すからにはですね、テレスコピックのステアリングが欲しいなと、ソリオでも言ったと思うんですけど、やっぱチルトだけではどうしてもですね、調整の幅が狭いんですよね。やっぱこういう車ですとね、いろんな人が乗ると思うので、やっぱそのテレスコピックがついてたらいいなと思うところと、で、あとはですね、このステアリングの径がですね、やっぱこのコンパクトな車体とコックピットにちょっと合わないなと思うんですよね。もうちょっとこう、ちっちゃくても、ちっちゃい方が逆にちょうどいいんじゃないかと思うんですよ。そのステアリングの手応えであっても、やっぱ、ソリオから続いて、軽い手応えなんですよね。で、それを、やっぱ、良しとしない人もいると思うので、僕はもうちょっと重いステアリングが好みなので、ステアリングの径がちょっとちっちゃくなれば、その分手応えも重くなって、ちょうどいいんじゃないかなと思う部分がありまして。で、それとですね、さっき鉱石のユーティリティのお話をしたんですけど、上が絞り込んである分ですね、どうしてもですね、鉱石の乗り込む時がですね、頭をぶつけがちなんですよ。身長高い人は本当狭いと思います。で、そこをね、もうちょっとなんとかできないかなと思った時に、ドアのね、切れ目といいますか、そのドアの開く部分なんですけれども、そこをね、初代 ZC のスイフトみたいにですね、こう、ルーフにまで回り込むようなデザインにできなかったのかなっていうのが、やっぱり一つ思うんですよね。そうすると、やっぱりその、頭ぶつける部分もしっかりと切れてですね、広く、間口を広く、ドア開口幅を広く取れると思うんですよ。そこがもうちょっと、もしそうできたら、その、座った時の狭さであったりとか、その頭のクリアランスの余裕であったりとか、そういったところもね、ちょっと改善できるんじゃないかなと思ったりもしましたね。デザイン的な部分もあったり、あと、海外もね、売ろうと視野にしている部分もあって、そういったところも何か絡んでくるんじゃないかなと思うんですけれども。で、あとはですね、これ意外と、って思ったんですけど、一番下のグレードであっても、一番上のグレードであっても、全部はね、オーディオレス2スピーカーなんですよ。エスクードの動画でも言ったんですけど、この車格で、エスクード2スピーカーですって。海外仕様なんでしょうねって言ったんですけど、なんとこのイグニスも2スピーカーでした。全方位モニターのナビをつけると、ツイッターとリアスピーカーが追加になって6スピーカーになるんですよ。ちょっとそこがね、一番上のグレードは初めからスピーカー多くてもいいんじゃないかなと思って、ちょっとそこをもしかしたら盲点じゃないかなと皆さん思うところもあるので、そこがなぜ2スピーカーにしてしまったのかなと。やっぱ国内で売るからにはスピーカーの数もね、さっきこびないって言ったんですけど、そういったところは若干こびてもいいんじゃないかなと思ったりもしますね。で、あとはルーフレールがないんですよね、この車。で、散々出てきたコンセプトで、トレイルコンセプトありましたね。で、それと、ウォーターアクティビティコンセプト。こう、イグニスのね、コンセプトカーが2つ出てたんですけど、両方ともルーフレールついてるんですよ。で、これ、オプションでも選べないんですね。ハスラーは X とか J スタイル2ですとルーフレールがオプションで選べるんですよ。で、ルーフレール別になくてもね、当然困らないっていうか、いいんですけど、やっぱその、アウトドアのアイコンとして、見た目の問題、こうやって言うと実用で使うんだよっていう人も怒られちゃうかもしれないんですけど、やっぱルーフレールが合うことでよりアウトドアらしさをね、出せるんじゃないかなと思うんですよね。そういったところもね、こう、もうちょっとルーフレールオプションでもいいから用意してほしかったなっていうのが、やっぱアウトドアで使う車ですよっていうカラーをね、もっと出してもいいんじゃないかなと思います。で、まだあるんです。辛辣ではないんですよ。これは機体の裏返しなんですけど、LED のヘッドランプとイルミネーションランプがね、つくんですよ。MZ には。逆を言うと MZ 以外選べないんですよ。MX でもオプションで選べるようにしてくれたらよかったのになっていうのがやっぱ思いますね。何万円か当然するんでしょうけど、選べるとしても。
やっぱ顔つきが変わっちゃうので、もうそのいわゆるいろんなところの媒体に出てるものは MZ しかないですよっていうのはちょっとあまりにも寂しいかなっていう気もするんで、ぜひその LED ヘッドランプ、LED じゃなくてもね HID でもいいと思うんですけど、顔つきが他のグレードにも展開してほしかったなっていうのがあります。であとはですね、当然これ4駆あるんですよね。ビスカスカップリング式の 4WD ということで、いわゆるそのハスラーとほぼ同等のね4駆なんで、4駆にすればグリップコントロールとかヒルディセントコントロールとかそういったのもつくんで走破性は高いんですけど、もう一つねそのオールグリップをね国産の普通車で採用しても良かったんじゃないかなと思うんですよね。そのオールグリップ実際乗ってエスクードで乗ってみてですね、当然オフは走ってないんですけど、その完成度の高さに感心したことがあるので、そのオールグリップをねぜひ採用してもらえたらなと。でもしかしたらそのルーフレードも含めてそのアウトドアテイストをね満載した特別仕様車っていうのはまた未来永劫ね、出ないとも言い切れないと思うんですけど、そういった時にねそのアウトドアのカラーを出すっていうので若干値段が上がったとしてもそのオールグリップを採用するっていうのは悪くない選択肢じゃないかなと。やっぱ待ってたっていう方の中にはですね、その例えばジムニーシェアとかそういった車をね欲しいよって、でもちょっとなーって思ってた人もいると思うんですよ。そういった人がねこのイグニスを積極的に選ぶ上でやっぱそのオフのね走破性能っていうのは切っても切れない部分だと思うので、そのオールグリップの採用っていうのはそういった方のねニーズを満たすという意味では非常に有効なんじゃないかなと思ったりもしました。であとはボディカラーですよね。もう完全に好みの問題なんですけど、ウォーターアクティビティコンセプトのねマットカーキ欲しかったなと思いますね。スズキ初のマットカラーですみたいな、ちょっと有料色ですって言うんですけど絶対あると思うんですけど、でも最近有料色でも2万アップだけじゃないですよね。3万とか車によって5万アップっていうのもあったりするんで、そういったのもねぜひ採用しても面白かったんじゃないかなと思うんですけど、いろいろちょっと悪い点っていうお話したんですけど、この A セグメントとにかくですね、この A セグメントのコンパクト SUV っていうだけでそれがこのマイルドハイブリッド SNH アージ採用っていうだけでこの車はもうそれだけでも存在価値があるんですよ。もうそういうニーズがやっぱあるんで、そういったところに考えるとそのオフロード走る上ではやっぱり外せない部分っていう、その最低地上痕とかそのタイヤの走破性であったりとか、そういったところもねしっかりと兼ね備えてますんで、オールマイティにねオンでもオフでも使えるこの意欲的なコンパクト SUV ということで、一つ皆さんのね検討に入れていただければいいんじゃないかなと思います。で前のハスラーのお話でも言ったんですけど、このマイルドハイブリッドこそがコンパクトにはね最も適しているハイブリッドシステムなので、もう燃費もね JC08 で28とかなり燃費の数字がいいです。他のハイブリッド車にも対抗できる車じゃないかなと思いますので、このユーティリティ、このスペース A セグメントなんですけれども、その中で必要最低限ねというか、拡大できる部分をしっかりと拡大しましたっていうこのスペースをですねぜひ市場で感じていただきたいと、あとその乗り味ですね、オンでも十分使える乗り味、そしてオフでも使える、その両方欲張ったね乗り味なんですけど、そういったところをねぜひ体感していただきたいなと思うというところで、今回の試乗レポートとさせていただきます。カメラの音質とかですね画角とかね、やっぱり機材を変えたっていうことでいろんなご意見いただいて、僕もねいろいろ考えるところもありますので、ぜひですねその面白かったよとかこうした方がいいよっていうのがあればコメントとか、あとツイッターもねやっておりますので、ツイッターの方にもねどしどしご意見をいただければもう僕としては非常に嬉しいので、あとはためになったよっていうとチャンネル登録の方ねポチッとしていただければと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。ということで、この新型イグニスの、試乗レポート今回を終わらせていただきたいと思います。また他の動画でお会いしましょう。さようなら。